こう栗を引っ張っていってあげると。炭酸水素ナトリウム、これはブランデーなんですけど、本日は栗の渋皮煮を作っていきたいと思いますと。最初に工程を説明すると、栗のこの硬い皮ね、これを剥いて、アクを抜いて、でそれから味を入れてっていう非常に簡単なんですけれども、渋皮煮は非常に手間がかかると、めんどくさくてね作らない方も多いかと思うんですけれど、渋皮煮って瓶詰めにしてね保存することもできますし、あとはね、冷凍保存も効くので、一度にねある程度まとめた量を作っておけば長く楽しめるので、季節感もあったりするので、是非ね年に一度は作りたい料理の一つではありますかね。どんどん皮を剥いていくんですけれど、僕の場合はね、まず、栗を仕入れたらこのように水につけておきますと。こうすると多少ね皮が柔らかくなるので皮を剥きやすくなると。でこの後火にかけちゃう人もいるんですけど、僕の場合は水につけるだけですね。この時にねたまに水面にこうプカプカ浮いてくる栗がいるんですけれど、そういう栗はだいたいねもう中に虫が入り込んでしまっている栗なので、浮いてくる栗があったら取り除いてくださいと。皮を剥く時の注意点としては、このね渋皮を削らないように鬼皮を剥いていくと。この渋皮にね傷を入れてしまうと、この後何回かに分けて火を入れていくんですけれど、火を入れている時にどんどん渋皮が裂けて見栄えがねボロボロになりやすいので、なるべく丁寧に皮を剥いてあげてくださいと。こういった、これちょっと失敗してるんですけど、こういったね小さい傷がつくと、ここからね煮てる時にどんどん渋皮が剥けていってしまうんですよ。なので、僕の場合はねこうやってちょっと失敗してしまったら栗ご飯だとかね別の料理に回したりはしているんですけれど、なるべくね丁寧に作業してあげてください。でこれねあくまで僕の場合なんですけど、栗ってねこの真下底面の中央の皮が薄いんですよ。でここを削ると結構ねこの渋皮を一緒に削ってしまうので、この真ん中はまず包丁を入れずにね、なるべく下の方から包丁を入れてあげると。ここで皮を切り離さずに包丁で皮を押さえながら栗の方をこう引っ張っていってあげると。こういった感じで剥いていくと比較的この渋皮を削らずに鬼皮を剥くことができるんではないかなと。こうした方がいいよっていうやり方あると思うんで、そういうね他のやり方あったら、コメント欄に書いていただけたら幸いですと。ある程度剥けたら今度ここのね皮の境目にちょっと隙間が見えると思うんで、その隙間に包丁を入れて同じように包丁で皮を押さえながらこう栗を引っ張っていってあげると。こうするとね比較的渋皮を削らずに剥けるんじゃないかなと思いますね。最後ここに底の皮が残るんですよ。これは包丁でねこういった感じで剥がしていってあげれば、この皮が結構硬いんでどうしても力が入ってしまうんですけれど、ここでね力入れて包丁が滑るとこのね親指を切る可能性が非常に高いので、なるべくね慎重に剥いていってあげてくださいと。この皮はね多少残ってしまってもこの後ねアク抜きをしていく時に
ポロ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 剥けていくので、多少は気にせずどんどん作業を進めてくださいと。剥き終わった栗なんですけれど、これね、乾燥してくると栗がねひび割れていくので、この剥き終わった栗は水にさらしておいて乾燥しないようにねしてあげてくださいと。で、ここからアク抜きをしていくんですけれど、そのままね水だけで4回5回と煮てアクを抜く方法もあるんですけれど、僕の場合はこれ重曹ですね。重曹を加えて、2回茹でこぼしてアク抜きをします。重曹って炭酸水素ナトリウムっていうものなんですよ。で、鍋がねアルミ製の鍋だとこの重曹とアルミが反応してアルミの鍋が真っ黒になるんで、これ使う鍋は、ステンレスの鍋かホーローの鍋を使って、アク抜きしてくださいと。で、こういった感じでね沸いてきたら、ここから10分ほど煮ていくんですけれど、この時にね火を強火にして栗同士がねこうグツグツ煮てる間にぶつかると渋皮が破れてしまうので、弱火に落としてあげて、でこのまま10分ほど煮ていきますと。初めてやる人はおそらくねびっくりするぐらい煮汁が真っ黒になるんですけれど、これはそういうものなので気にせず煮続けてくださいと。先ほどちょっと言い忘れたんですけれど、入れるね重曹の量の目安は、水2リットルに対して 7g 程度を目安に、僕は入れてますかね。もちろんね重曹少なめで3回4回ってやる人もいますし、重曹多めで1回の人なんかもいますし、あとね多少渋みが残ってた方が好きだって方は、重曹少なめにして炊いたりもしますんで、その辺はね好みで調整してみてくださいと。で、10分経ちますとこういった形で煮汁が真っ黒になるかと思いますので、ここで一旦栗を水にさらしますと。栗ね水に取ったら、このね栗のこういった太い筋が浮いてくると思いますので、櫛かなんか使ってこの残った太い筋を掃除していきますと。この時にね重曹入れて煮てるんで栗がね結構柔らかくなってると思うので、あんまりね強くこすりすぎると皮がズルズルっと破れてしまうので、なるべくね優しく作業してあげてくださいと。ちなみにね栗っていうと丹波の栗なんかが有名なので、結構ね西の方の産地が多いのかななんて思うかもしれないんですけれど、生産量が多いのは茨城、あと熊本だとか、愛媛だとか岐阜だとかが多いですかね。で、関東ね僕が見かける中では茨城県産の栗っていうのが圧倒的にね多い印象がありますかね。もちろんね地域によって差はあるかと思うんですけれど、黒い筋の掃除ができたらもう一度重曹を入れて、渋を抜いていきますと。2回目もねしっかりとアクが出るので、このまままた、弱火に落として10分ほど煮ますと。10分経ったら、先ほどと一緒でこの栗をねまた水に取りますと。水に1時間ほどさらして栗を落ち着かせますと。でこの時にねこう残ったこういう黒い筋を軽くね掃除してあげると、見栄えはね綺麗になりますかね。でもしねもっと栗をきれいにしたい場合は、重曹でねこの後もう一度、3回目煮てあげるともっときれいになりますんで、その辺は好みで加減してくださいと。1時間経ちましたと。1時間経つとねこう若干ですけど、この栗の
皮の色が水に溶け出してくるんで、そしたら今度、味を入れていきますと。まずね、水を用意してあげて、そこにね砂糖を加えますと。でそこに、栗を加えて蜜煮にしていきますと。この時ね、もう栗を重曹で2度煮ているので、表面の皮はねだいぶ柔らかくなっているので、なるべくね丁寧に扱ってあげてくださいと。で入れるね砂糖の量はだいたいね栗の重さの 60% なんて言われるんですよ。なんで栗 1kg 買ったら 600g ぐらいなので結構いっぱい入れるイメージですね。その砂糖はね一度に全部入れるのではなくて、2回から3回に分けて入れてくださいと。でこのね蜜煮にする時の注意点は、この栗のね頭が水面から浮いてくるとどうしても栗が割れてしまうので、水はね頭がしっかり覆うぐらいの量を入れてあげると。煮てるとどんどんね水が蒸発して減っていくので、その際は水少し足してあげて、栗がしっかり浸かった状態を保ってくださいと。でこの蜜煮にする時間はだいたい20分ほどですかね。なので5分おきぐらいにね砂糖を足してあげるっていうイメージですね。で、もちろんねこの時も火は弱火で栗が踊らないようにしてあげると。で、加える砂糖なんですけれど、僕の場合はねグラニュー糖で作るんですけれど、別に三温糖でもね上白糖でも何でも大丈夫なので、好みの砂糖を加えてくださいと。はい。で、20分経ちましたら火を止めて、このまま一晩漬け込んで味を染み込ませますと。もし嫌いでなければ、これはブランデーなんですけど、ブランデーだとかねラム酒だとかを煮汁が冷めたタイミングで加えて漬け込んであげれば、洋酒の香りがする渋皮煮になりますので、この辺はお好みで加えてみてくださいと。で漬け込む時はねこうやって、落とし蓋しておいてあげると、全体にムラなく浸かりやすいので、蓋してあげてくださいと。で1日経ちましたと。で1日経つとね味はしっかり中まで入っているかと思うんですけれど、いまいちね照りの弱い渋皮煮になってしまうので、ここで一旦ね栗を取り出して、で再びね煮汁を煮詰めてからもう一度漬け込み直すという作業をしてあげると、この表面にね照りのある渋皮煮になりますので、一旦栗を取り出しますと。で、煮汁と栗とに分けたら今一度煮汁を煮詰めていきます。このまま煮詰めていっても正直とろみはねそこまでつかないので、僕はここで砂糖をね少し加えます。で人によってはここで水飴加える人なんかもいるんですけれど、塩一つまみでこれね塩一つまみ加えることで味にね締まりのある渋皮煮になりますんで、煮汁をねある程度煮詰めて濃度がついたら、冷まして再び漬け込んで完成と。なので、渋皮煮っていうのはねここまでやると渋を抜いたり煮詰めたり水を変えたり非常に手間がかかるんですけれども、年に一度ぐらいはこういった作業をしてみるのもいいのかななんて思ったりしますかね。はい。で、こちら煮汁が冷めたら最後こういった感じでねこしながら再び栗をつけてあげて、このまま
半日ほど寝かせてあげればやっと栗の渋皮煮完成と。後半はほとんど栗を煮ている映像だったので退屈だったとは思いますが、栗の渋皮煮以上でございます。